こんにちは。塩昆布大好き。昨日いっぱい作ったん。昨日珍しく夕飯いっぱいおかず作ったんだよな。なんかわかんないけどご飯作りたい気分でさ、なんか TikTok とかで見てた、このおかず美味しそう、これ作ろう、あれ作ろうってしたらなんかいっぱい作っちゃった。美味しそうやった。我ながらね、美味しかったと思うわ。昨日いっぱい作ったよ。サブアカにも載せたけど、昨日はね、椎茸の肉詰め天ぷらと、あときゅうりの塩昆布和えと豚汁と、あとマグロの刺身安かったやつスーパーで買ってきた。なんか夜遅かったからちょうどセールでさ、半額とかであると思って買っちゃった。なんかね、和食を揃えたい気分で自分の胃袋のことなんて考えずに作ったんだよね。値引きめっちゃいいやんっていう軽い気持ちで買ってた。でもそこは机の上はもうなんか何人かで食べるんですかみたいなパラダイスで終わったね。もう実際今日の朝ごはんは昨日作りすぎた残り物を食べました。何話そうとしたっけ？忘れちゃったからなんか提供して。あれ思い出した。そういえばこの間 APEX 配信してる時に話した中学の同級生と APEX をすることになったっていう話しましたよ。思ったより喋れた。でも特にこれといってそんな中身のある会話しなかった。と言ってもなんでかって相手がマジでネットに全然詳しくない人だから何も生まれなかったんだよね。なんか本当に中学の時あんなんだったよねーっつって最近どんなんなんつって多少は垢抜けたんじゃねみたいな、そういうもうたわいのない話をして終わった。でもなんだかんだ3時間ぐらい一緒にエピやってた。私が TGS の練習したいのもあって、相手も相手でチャンピオン取るまでやろうよみたいな感じでやったわ。久々になんか地元帰ったらなんかクラスメートみんなで遊びたいねみたいな、なんかそういう話してた。本当にマジリア友みたいな会話してた。 V やってること知ってるの？私のリア友に V やってること知ってる人は中学とか高校の同級生にはいないね。なんか存在は知ってるっぽい。その VTuber っていう文化は知ってるけど、かといって誰を知ってるわけでもないみたいな。マジで VTuber 系わからんって言ってた。なんか誰か見てるのって聞いた時に、なんか TikTok でなんかやってる上手い APEX プレイヤーの人を見てるらしくて、全然私も知らなかった。リア友ってこんな感じだわーと思ってね、その話してたよ。その人がめっちゃ喋る人だから、なんかこれといってなんか喋る話題ないなーで苦なこともなかったね。よく喋るしリアクションいいから話しやすかった。なんか普段ネットのこの仕事してる人たちとか同じ業界の人としか話さないからさ、なんか新鮮だった。それこそなんか中学の同級生に会ってんのみたいな、そういう会話して、最近で言うとなんか中3の時同じクラスだったあの人に会ったよみたいな。みたいな。マジで変わんないみたいな。ほんと見た目とかも全然変わんないのみたいな、そういう会話しかしなかった。なんかその顔がそのままでかくなったみたいな感じみたいな、そういう話を聞いてたね、ずっと。高校卒業した後の専門に行ってた時の友達とかは、直近だから割と芝居の勉強した時に同じクラスだった子とかはすごい直近の出来事、ここ 1,2 年の出来事だからご飯行ったりはするけど、そもそも家近くに住んでないし、みんな意外と私の中学の同級生地元に残ってる子が多くて、私地元じゃないし仕事柄もそんななんか詳しく話せないから、趣味俺にお味噌汁を作らせてくれ。私自分で作れるから大丈夫だよ。ありがとう。気持ちはめっちゃ嬉しい。ありがとね。自分で作った味噌汁が好きだから大丈夫。好きなお味噌汁の具は何？豆腐、ほうれん草。味噌汁のほうれん草マジで美味しいよ。ちなみに食べてみてほしい。結婚式とか呼ばれない？まず私が中学の同級生の頃の中でクソ仲良かった子たち誰も結婚してない。なんかそんなに仲良かったわけじゃないけどクラスメートだったみたいな子は結婚して子供いるとかあるけど、別にクラスでそんな喋ってないしなーみたいな。全然いるよ。なんか再婚してるクラスメートとかいるし、再婚ってなったもん。
こちら一度も結婚まだみたいな。全然ある。趣味のおにぎりうまい。誰が握っても一緒だ。誰が握っても一緒。ちょっと隠し味でしょっぱいかしょっぱくないかくらいですよ。それこそ結婚の話もしたわ、同級生と。結婚願望あるみたいな話されて、ないですねって。私はないですけどっていう話したけど、相手はあるってさ。なんか急いでもいいことはないんだけど、そろそろ結婚しないとって思うんだよねって言ってた。なんか遅い結婚は嫌だからみたいな。ああ、そうですかそうですかと思って話聞いてたね。こちら仕事で手一杯で婚活する余裕ないわっていう話してた。リア友同士で話すとそういう話になってくるなっていう話だったね。本当に話題の方向性全然違うね。仕事の話なんて私があんましたくないって言ってたのもあるけど、どういう仕事してるっていうのを軽く言っただけで、これ以上聞かない、これ以上は言えないかなって言ったら、じゃあそれ以上は聞かないねってちゃんとわきまえてくれる友達だから。エーペックスしてる最中に友達が電話かかってきててさ、大丈夫、電話出なかったから大丈夫って聞いたら、あ、中学の同級生の〇〇知ってるって言われて、わかるよーっつって、なんかその人からエーペックスしようって来ただけだから別にいいやーっつって、そんなに同級生と関わりあるもんなのっていう話したけど、なんか地元帰ってきてから逆に関わりがまた増えたみたいなこと言ってて、あ、そういうケースもあるんだっていう。また会えたら会おうねっつって、いつかわかんないけどつって会話終わった。私が実家帰る時にでもねっていう話したけど、私が実家帰っても泊まんないで帰るから、会うタイミングなんてないんですよね。お前と会う気はね、そんなことはないよ。そんなことはないですよ。中3のクラスメートの中だったらトップ3くらいに仲良かったからな。別にタイミングがあるなら会いますよ。タイミングがあるならね。でもあっちも働いてますからね。招き猫は何？顔何してくれるの？何してくれるの招き猫。まさか客招き入れるとかそういうやつ？すごーい、何これー。オケテ草。売り上げアップだって。めっちゃいいやん。